今日は激辛会です。弘前市鍛冶町にある花花というアジアンレストランにデスマーボーという裏メニューがあると聞きましたので向かっています。このチャンネルきのこ先輩の弘前飯では、旅行者や学生でも行きやすい弘前の美味しいお店を地元民目線で紹介しています。毎週見つけたお店をどしどし追加していきますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。すっげえ大雪ですけど、地元民にとってはまあ普通って感じですね。今回紹介する花花は弘前市の繁華街鍛冶町のど真ん中にあります。弘前駅からは結構距離があるので、いつもの中央口からバスで移動していきましょう。夜6時までだと100円バスが一番便利なんですけど、今回紹介する花花は夜6時からの営業なので、一般路線のバスで下立町停留所で降車します。こんな感じで江南バスは後ろのドアが開きません。前から乗りますので、初めての方はご注意ください。同じ名前の停留所が2個あるんですけれど、路線によって降りる場所が違う感じです。どちらに降りた場合でもこのスクランブル交差点を目指してください。方角的には南の方、朝日ボール朝日会館の方へ曲がります。朝日会館は1階はパチンコ店、2階はボーリングとゲームセンター、3階以上はサウナカプセルホテルになっています。男性1人なら市内最安の宿泊なんじゃないでしょうかね。周辺市町村に住んでいる知人は、ここが一番安いし飲み屋に近いって飲み会の旅に泊まってましたね。朝日会館を通り過ぎたところ、この通りが町で一番の繁華街鍛冶町です。地元民はもう一本向こうの通りの新鍛冶町と、このまままっすぐ行ったあたりの桶屋町をひっくるめて鍛冶町って呼んでます。そんなに広くないエリアなんですけどね、すごい密度で飲食店がひしめいている場所です。他県では立ち往生が発生するぐらいの寒波の中で撮影してます。さすがにこの悪天候だと人手はまばらですね。そんなこんなで花々に到着しました。真っ赤で目立つ看板ですね。花々って読んでましたけど、ローマ字表記を見るとホワホワなんでしょうかね。入り口はこちらになっています。メニューはタブレットで提供されているんですけども、今回頼むデスマーボーは裏メニューなので、当然メニューには載っていません。池尾寺のマスターにデスマーボーっていうのがあるって聞いたんですけど、というふうに言ったらですね、かしこまりましたと言い残してお店の奥へ行っちゃいました。意味ありげな含み笑い。そのデスマーボーが到着しました。石焼きタイプでグツグツしてます。目の前に来た時点で目や鼻に圧を感じますね。食べる前からわかる、こいつはやばいやつですね。では一口目いってみましょう。あれ、意外とあっさり系。おや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 、これはやばいですね。思わず笑っちゃってますね。辛さを5段階で表すと、辛みが 4.5、 しびれが8って感じですね。しびれが特にやばいです。口に含むと10秒間何も感じなくなります。この感じは私に懐かしい感覚がちょっと記憶にあるんですよ。歯医者の麻酔に似てます。伊達に裏メニューじゃないですね。もちろん万人にはおすすめできませんね。二口三口と食べ進めるとちょっと慣れてきまして、辛みとしびれの中に奥深い味わいを感じてきました。これうまいですね。いわゆるガチ中華っていうんでしょうかね。麻婆豆腐の元祖と言われているチェン麻婆豆腐を食べたことがあるんですけども、そっち系ですね。日本人向けにしていない本格的な麻婆豆腐っていう感じです。塩気が少なめで、トウチと唐辛子と花山椒の風味を楽しむ感じです。ご飯よりもお酒や飲み物に合いそうな感じですね。ジントニックとか合いそうです。今日は純粋に辛さを楽しみたかったのでウーロン茶で食べてます。
っと口休めにお通しに逃げましょうか。辛さの後味が独特で爽やかさとうまみを感じますね。自宅で料理してて辛くしようとして苦くなっちゃうっていう激辛あるあるありますけど、これに使われている頂点唐辛子の特徴なんでしょうかね。デス麻婆には泣けるくらいの辛さを乗り越えた先に甘みみたいな風味を感じます。そう、甘み、それがすごいうまいんですよね。それとなんか脳汁が出てきますね。食べ進めるにつれて、辛みにもしびれにも慣れてきたというか、ずっと辛いんですけどだんだん気持ちよくなってきました。癖になりそう。気がつけば結構汗もかいてますね。レビューを見ていると通常の頂点麻婆豆腐でも結構辛いみたいですね。デス麻婆は本当に自信がある人だけチャレンジしてみてください。辛さのテストとしてファミリーマートのプライベートブランドでしびれる辛さが癖になるマーラーピーナッツっていうのが売ってますよね。あれのピーナッツだけ抜いたものを口いっぱいに頬張って口の中で粉々に噛み砕いて食べられる人だったらデス麻婆いけると思います。厚さとかある分体感ですけどマーラーピーナッツの倍ぐらい辛いです。花々の麻婆豆腐には中華おこげがついてきます。ちょっと沈めて食べてみましょうか。なかなか染みていきませんが1分ほど待つと程よく麻婆の汁気を吸って中心部分はパリパリでちょうどいい感じですね。食感のせいもあるのかもしれませんけども辛みをちょっと和らげてくれるというかそういう感じがしますね。しびれた口に放り込んだミニハンバーグがすごいうまい。多分ごく普通のハンバーグだと思うんです。これは花山椒の限界を超えた時の作用なんでしょうかね。何食べても全部ものすごく美味しく感じるんですよね。ミニハンバーグの下に敷いてある水菜もただの水菜だと思うんですけど、これもなんかすごく美味しく感じるんですよね。歯触りの良いおこげのおかげで食が進みますね。ただね、残った麻婆豆腐が辛みが倍増したような気がするんですよね。
お焦げ確認のために残ったお米も全部麻婆豆腐に放り込んでみます。歯触りの良いお焦げのおかげで食が進みますね。しかし残った麻婆豆腐の方を見てみると、明らかに水分が減っていてかなり濃くなってる感じですね。ドロッドロです。一層辛くなってデスっぷりも強烈になりました。お焦げの器の方に麻婆豆腐をかける食べ方の方が良かったのかもしれませんね。早々とウーロン茶なくなりましたので、次はジンジャーエールを追加したいと思います。ジンジャーエールが普段の5倍は美味しいですね。めちゃくちゃうまいです。香港韓国ダイニングバー花々は16時から28時の営業です。水曜日が定休日となっています。頂点麻婆豆腐が一番人気らしいんですけども、その他にもトッポギですとか天津ですとかいろんなアジアメニューが楽しめるお店になっています。韓国のミチョを使ったオリジナルカクテルなんかもあるみたいですね。インスタのアカウントも発見したんですけれども、 Facebook の方が頻繁に情報を更新されているようですので、こちら Facebook の URL と QR コードを貼っておきます。だいぶ時間かかりましたけどね。さあ見てくださいよ、ちゃんと完食しましたよ。いや食べきれてよかった。青森朝日放送さん、オファーお待ちしてます。これだけ辛いと完食率が気になりますよね。ちょっとお会計の時にお店の方に聞いてみました。このデス麻婆ってどのぐらいの人頼んでますか？そうですね、あんまりデス麻婆は頼んでないですね。激辛までは頼むんですけど、はい、デス麻婆はさすがに。なんですね。もう年何回かって感じですか？デス麻婆で店とか結構いるんですけど、店ではデス麻婆は頼んだ人いないです。そうなんですか。そうですね、それで激辛だ。そうですか。はい、じゃあ初めてですか。まさかの完食率 100%。美味しかったからいいんですけどね。ごちそうさまでした。また来ます。弘前はまだまだ美味しいお店がいっぱいあります。これからもどんどん紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと弘前市内の激辛のお店はあまり知らないので、こんな激辛メニュー知ってるよっていう方は、次戦他戦問いません。コメントで教えてください。